皆さんこんばんは。ミスタービヨンドです。本日は宇宙ミステリー会です。突然ですが、皆さんは最近ロマンは感じていますか？地球空洞説、古代南極文明、人類の起源説など、この世界には想像するだけでワクワクが止まらなくなるロマンで溢れています。これらが事実かどうかはさておき、間違いなく私たちの人生を明るくしてくれますよね。そこで本日は最近一番私の金銭に触れたロマンを一つご紹介したいと思います。それが宇宙が誕生する以前から存在した可能性がある星メトシェラです。宇宙が誕生する以前に星が誕生するというのはキャンバスを用いずに空に絵を描こうとするくらい常識的に考えてまず起こり得ない矛盾した状態です。親がいないのに生まれた子供、材料がないのに完成した料理、空気がないのに膨らむ風船、こんな感じです。これは存在しない基盤の上に成り立つ現象で、完全に因果関係が逆転した状態と言えます。ただ、もしこれが真実なら、私たちは宇宙、ひいてはこの世界の構造そのものの見方を見直さなければいけないのかもしれないです。メトシェラは地球から天秤座の方向にわずか190光年離れた位置にある恒星です。恒星なので太陽のように光っており、光のスペクトル分類からやや黄色みがある白色だそうです。半径は太陽の約2倍で、明るさは約 4.8 倍と推定されています。ただ、表面温度は太陽とはさほど変わらないようです。正式名称はHD140283 です。きちんとした正式名称があるのになぜメトシェラと呼ばれているのか。それはメトシェラが基地の天体としては最古の星で、なんと2000年の調査報告によると160億年と推定されていたからでした。宇宙自体の年齢がだいたい138億年のため、宇宙よりも古い星として知られるようになったわけです。この宇宙で一番長寿であるからこそ、名前の由来は旧約聖書に登場する人類一の長寿メトシェラになりました。なんせメトシェラは曰く969年生きたとされており、ノアの箱舟で有名なノアの祖父にあたるそうです。まあノア本人も950歳で亡くなったそうなので、もし聖書が事実なら人間はもしかしたら本気を出せば900年くらいは余裕で生きられるのかもしれません。ただ先にも説明した通り、宇宙よりも歴史が古い星は存在し得ないというのが現代科学の常識です。なので科学者たちはメトシェラの年齢測定が間違っているか、宇宙自体の年齢測定が間違っているかと考えたわけです。ただ宇宙の年齢が138億年あるというのは実はかなり強い根拠の上で成り立っている学説なんです。宇宙がなぜ138億年あると推定されているのかと言いますと、ハッブル・ルメートルの法則と観測的事実が一致しているからです。1929年、アメリカの天文学者エドウィン・ハッブルは遠い銀河ほど地球から遠ざかっているという事実を発見しました。当時の常識では定常宇宙といって宇宙が変化することはまずありえないと考えられていました。アインシュタインですらそう固く信じていました。なのでハッブルの学説をアインシュタインが聞いた時には、そんなわけがないとびっくりしてハッブルの元を訪れて、本当に銀河が地球から遠ざかっているのかを確認しに行ったくらいです。ただ本当に銀河が地球から遠ざかっていることを確認できたため、アインシュタインは宇宙が膨張しているという事実を認めざるを得ませんでした。ここまでの話を聞いていると、なぜハッブルの法則ではなくハッブル・ルメートルの法則と私が言ったのかについて疑問を持った人もいると思います。なので少し脱線しますがご紹介しますね。実はこの宇宙が膨張しているという事実を最初に発見したのはベルギーの宇宙物理学者
ジョルジュ・ルメートルだったんです。彼は1927年に一般相対性理論を紐解きつつ、当時入手可能であった範囲の観測的事実を踏まえて宇宙が膨張しているという仮説を論文にまとめたんです。ただ、その論文がフランス語で書かれていたため、あまり世間では注目されませんでした。その後、歴史的に見ると、間違いなく一番最初に宇宙が膨張していることを発見したのはルメートルであったので、これは是正しないといけないという流れになりました。そんなこんなで2018年にオーストリアのウィーンで行われた国際天文学連合で、これからはハッブルの法則ではなくハッブル・ルメートルの法則と呼ぼうということになったんです。ちょっとどうしてもこの温かいお話を皆さんに共有したかったので、この小話を入れさせていただきました。では話を戻します。宇宙がなぜ138億年であると推定されているのかと言いますと、先にも述べた通り、ハッブル・ルメートルの法則と観測的事実が一致しているからです。ハッブル・ルメートルの法則というのは、宇宙のどの方向を見ても遠方の銀河ほど速い速度で銀河系から遠ざかっており、その速度は銀河までの距離に比例するというものです。そして現在でも宇宙中からビッグバンの痕跡である宇宙マイクロ波背景放射が観測されています。この観測的事実と宇宙の膨張速度、現在の宇宙に存在している水素やヘリウムの存在比などのデータを考慮して計算をすると138億年となるわけです。メトシェラと比較して宇宙の年齢を算出するのには膨大な観測と緻密な計算が必要です。こういった背景もあるので、そう簡単に覆る学説ではありません。なので普通に考えたら宇宙自体の年齢が間違っているというよりかは、メトシェラの年齢測定が間違っているということになります。こうしたこともあり、世界中の天文学者たちはメトシェラを観測し直しました。ペンシルベニア州立の天文学者ハワード・ボンドもその一人でした。ボンドは共同研究者らと一緒に、まずハッブル宇宙望遠鏡が2003年から2011年の間で観測していたデータを詳細に分析しました。そして地球とメトシェラとの距離が正確に測定されているのかを確認しました。これは星の年齢を測る指標がその星が発する光であり、その精度は地球との距離に依存しているからです。なので、この距離が正確であれば正確であるほど、星の年齢の誤差がなくなるというわけですね。ボンドはさらに星の構成成分も見直しました。その結果、以前の観測結果よりも酸素量が多いことが分かりました。これを踏まえて、メトシェラの年齢を再度計算し直したところ、なんと当初見積もられていた160億年よりも約15億年若い144億6000万年となりました。誤差大きいですね。ただ、それでも宇宙が誕生するよりも前にメトシェラが誕生していたという事実は変わらなかったんです。さすがにありえないとボンドは思ったので追跡調査をしました。その結果、さらに2億年程度短縮させることに成功しました。それでも142億7000万年のため、宇宙よりも前に誕生した事実は塗り替えられませんでした。ただ、メトシェラの年齢を決める一番の要因である酸素量が不確かであったため、誤差7から8億年と結論付けました。もしもこれが事実なら、メトシェラはだいたい134億年から150億年となり、宇宙が138億年前に誕生したことを踏まえると、楽観的に見積もれば、宇宙よりも前に誕生しなかったことになりました。これに対してボンドは推測の不確定性を考慮すれば宇宙の年齢と矛盾のない形でメトシェラの年齢が導き出されたと言えるでしょうというコメントを残しました。一見落着に見えたこのメトシェラの事件ですが、2019年事態は急展開を迎えます。テキサス大学の物理学教授である小松栄一郎ら研究チームが重力レンズ効果を用いた高精度な宇宙観測をした結果、ハッブル定数が 84.2 であると判明したんです。これは従来よりも1メガパーセクあたり毎秒約 15km 速く
宇宙が膨張していることを示すデータです。もしもこれが事実だとすると、宇宙の年齢は138億年ではなく114億年に大幅短縮することになってしまいます。つまりメトシェラが宇宙が誕生するよりも前に誕生した可能性が再浮上してしまったのです。この問題についてアストン大学の物理学者ロバート・マシューズはこんなコメントを残しました。科学の歴史を振り返ると、2つの矛盾する説が示された場合、真実は両方のミックスであることが多いです。なんだかミステリーが深まってきましたね。ではさらに深めていきましょう。この宇宙には星を大きく分けると3つのタイプに分類することができます。タイプ1は金属元素を多量に含んだ新しい星です。地球や太陽がこれにあたります。タイプ2は金属元素が多少含まれた星であり、宇宙初期に誕生した星が超新星爆発をした後に誕生した星です。タイプ3は宇宙初期に誕生した星で金属元素が全く含まれていません。メトシェラが宇宙最古であることを考えると、メトシェラはタイプ3であると考えてしまう方も少なくないと思います。では、メトシェラはどのタイプなのかと言いますと、実はタイプ2なんです。メトシェラは太陽と比較してわずか 0.4% しか金属元素を含んではいません。なので宇宙で最も古い星ではあるものの、宇宙初期に誕生した星ではなく、かなりの時間が経ってから初期の星が超新星爆発を起こした後に誕生した星なんです。ちなみに現在でも金属を全く含んでいないタイプ3の星は見つかってはいません。つまり、もしもメトシェラが現在の宇宙論によって導き出されている宇宙の年齢よりも前から存在しているのであれば、それよりもはるか前からタイプ3の星は存在していないといけないんです。ただそうなると、宇宙の年齢は本当の想定よりもかなり前に誕生していないとおかしくなるんです。これを踏まえて、アメリカテキサス大学オースティン校の天文学者ウォルカー・ブルムはこう語っています。第一世代の星は原子ガスから生まれました。原子ガスにはヘリウムより重い元素は検出可能なほど含まれてはいません。ところがメトシェラの場合、非常に古い星であるにもかかわらず、その化学組成にごくわずかながらも重い元素が含まれています。つまりこれはメトシェラが第一世代の星ではなく、後の世代の星であることを示しています。したがって第二世代の星ができる条件はとても早い時期に整っていたに違いありません。宇宙で最初に星が生まれたのは一般的にはビッグバンの数億年後だと考えられていますが、第一世代の星は巨大かつ短命で、わずか数百万年で超新星爆発を起こして死滅し、その爆発で周囲のガスを加熱することでより重い元素を撒き散らした。こう考えると自然です。しかしガスが冷えないと第二世代の星は形成されません。第二世代の星であるメトシェラが非常に古いということは、第一世代の星が爆発してから第二世代の星が形成されるようになるまでの冷却期間は実は極端に短く、わずか数千万年だったのかもしれない。これを要約しますと、もしも宇宙誕生後の初期段階で生まれた星がわずかな時間で超新星爆発を起こしていれば、もしかしたらメトシェラはもう少し矛盾なく説明できるのかもしれないというわけですね。まあ宇宙に関することって我々は望遠鏡と数式で導き出している側面があるので、ズレというのはどうしても発生はしてしまうものであると私も思います。一旦ここまでの話をまとめてみましょうか。メトシェラは楽観的に見積もると134億年あります。しかし最新の研究によると、宇宙が誕生したのは114億年前である可能性が浮上しています。これを踏まえると、メトシェラは宇宙が誕生するよりも前に誕生してしまったことになります。普通に考えたら、宇宙が誕生するよりも前に星が形成されるというのはありえない話です。なんせ宇宙がビッグバンを起こす前の宇宙というのは
原子よりもはるかに小さいサイズの空間でしかないからです。インフレーションと呼ばれる爆発的な膨張で現在の空間サイズになっています。メトシェラが太陽の2倍の大きさであることを考えると、それなりの空間がないとそもそも誕生はできません。よって科学的にはメトシェラの年齢もしくは宇宙の年齢自体が間違っているということになります。ただこれだけだとつまらないですよね。私もそう思います。なのでもっとロマンを感じられる説を一つご紹介したいと思います。それが別の宇宙から来たという説です。まず前提として私たちの宇宙というのは無数に存在している宇宙の一つでしかないという学説があります。普通に考えたら SF 世界の話ではありますが、実はニュートンやアインシュタインと肩を並べる超天才物理学者スティーブン・ホーキング博士もこの理論を唱えていました。これはマルチバース理論と言います。これを裏付ける証拠自体はまだ発見はされておりませんので、机上の空論でしかありません。しかし理論としては成り立っています。なのでメトシェラはもしかしたら他の宇宙から迷い込んできた、もしくは送られてきたと考えることも可能です。さすがにありえないと思う方がほとんどかもしれません。なんせ太陽よりも2倍の大きさのある星を別の宇宙に送るなんてことは常識的に考えてありえないです。ただ常識というのはあくまで地球の現在の文明レベルでの常識です。宇宙は本当にとてつもなく広く、現代の人類が分かっている範囲は本当にごくわずかです。歴史を振り返ると、天動説が地動説に塗り替わったり、地球が平面ではなく球体であることが分かったりといった感じで、今の常識は未来では非常識になります。2017年、カリフォルニア大学の野村教授もマルチバース理論についてこんなコメントを残しています。唯一の大地だと思っていたものが太陽系にいくつもある惑星の一つでした。そんな太陽系も銀河にたくさんある惑星系の一つでした。そしてその銀河すらも宇宙にたくさんある銀河の一つでしかありませんでした。マルチバース理論は突飛な考えと思う人もいるかもしれませんが、むしろ宇宙だけは現在我々が観測しているものしかないと思う方が革命的です。いかがでしょうか？めちゃめちゃ深いコメントじゃないですかね。個人的に一番この世界の本当の構造を指し示しているコメントではないかなと思っています。ここからは個人的な解釈ですが、もしも野村教授の話が事実なら、もしかしたらマルチバースすらも何か別のもっともっと大きなシステムの一部ではないのかなと私は思います。さながらマトリョーシカ状態ではないかなと私は思います。ただもしそうなると、もうこの世界は大きすぎますね。一体どこまで広がっているのでしょうか。やはりロマンのある世界は本当にいいなと思います。こういう話って考えるだけでワクワクするので、私は本当に大好きです。最近思うんですけど、現代って最高にいい環境なんですよね。テクノロジーがいい意味で発展しすぎていないので、まだまだいろんな未開拓な謎がこの世界には散りばめられています。もしあと100年ずれていたら、多分こういうロマンって結構減っているのではないでしょうか。最近 AI の進化も加速していますし、まあもちろん100年ずれていたら、それはそれでまた別のことにロマンを感じているのかもしれないですけどね。ということで、皆さんもどんどんロマンを感じていきましょう。皆さんはどんなものにロマンを感じますか？よかったらコメントしてください。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。